あの年の動画とかあんのかな？いやー、ないで、絶対ないでしょ。ないでしょ。そのね、時戸が、話で。ディクテーターと、じゃあディクテーターには本題行くって言って負けたっていうのを踏まえて、まあ聞いてほしいんだけど、みんなには。とりあえず5、6年前に、俺とケイさんでエボ行って、で、俺は正直トーナメントとか自信があったから、トーナメントとか興味なくて、まあどうせ上まで行ける主張的な感じで、まあ普通に遊んでたりしてて、で、俺トイレ行ったんですよね。で、トイレ行って、で、アメリカのトイレって、下が見えるから、はいはいはい。誰が入ってるか分かる。台だったんですか？台でお互いに。で、隣り合わせて、で、二人しかいなかったの、そのトイレに。はいはいはい。で、ケイさんが入ってきて、黒人いるって言って、黒人って聞いてきて、あ、そうですよ、ケイさんつって言って、お疲れっす、みたいな感じになって、で、黒人つって、俺、トーナメント見てきたよ、つって、あ、見たんすか？どうでしたとかって。したら、俺とお前、ベスト16で当たるっつって、行ってきたんですよ。行ってきて、あ、そうなんだって言って、で、正直俺とケイさんの、のじ合い成績が、6-4から7-3にかけて俺が勝ってる。まあでも、ありですよね、大会だったら。まあワンチャン2回負ける可能性はあると。で、実際でもどっちが勝つか負けるかはない、わかんないけど、まあお互い真剣にやろうと。真剣にやって、なおかつ、遺恨を残さないように、負けたら負けたで、応援しようねっていう感じで言って、じゃあ頑張りますかっつって言って、サードですよ、サード。サードで、お互い真剣に、ベスト16で当たろうねって言って、トイレ帰って、で、俺がベスト16に行ったら、多分、これ分かってる人コメント言うと思うけど、書かないでね、まだ。そう。で、ベスト16の対戦相手が、なぜか、RF だったの。RF で、あれベスト16で当たるって言ってたじゃんって言って、当時 RF は、もう全く全然やってなかったですよね。全くそう。サード言ったら、RF 誰と思って。そう、俺、こいつ KOF じゃん。なんでもう間違えてる、K さんだってって言って、いや、僕です。さっき K さん倒しましたみたいな。お前 KOF 勢でしかも、サードなんかお前普通に。何やっちゃってんのって感じですよね、あれ。そう。それで、実際実は俺はRF と K さんの試合見てたんだけど、見てて、で、しかもご丁寧に大画面に映ってたんだ。大画面に映されてて、で、K さんのアレク対 RF のチュンリーだったの。まあ実際キャラ差はあるんだけど、キャラ差はあるって言ったって K さんが、この時点でもう6、7年やってるわけよ。で、RF ははっきり言ってチュンリー使って2日目ぐらいだよ。それで、RF は中足砲抑制の確認が1回もできないんだ。あの簡単なやつが。まあ2日だから仕方ないと思う俺は。中足砲抑制、1回もできないから、だから砲抑制なしであいつは勝っちゃったんだけど、1回も使わなかった。1回も使わずに、ただ K さんが突っ込んで全部それを処理ってだけで終わって、で、俺がさすがにかわいそうだなとか思いながらも、ケイスケさんの方に行き、ケイスケさんにどうしようかと思って、声かけて、で、ケイスケさんって言ったら、もう、顔真っ赤、目真っ赤、耳真っ赤で、なんか知らんけど、おーとか言って、なぜかうなずいてきたんだ。俺、ケイスケさんって言っただけなんだけど。2回がうなずいてるんですよね、それ。30メートルぐらい離れてね。30メートルぐらい離れて。ケイスケさんで、俺もケイスケさんぐらいで、もう語尾の方で、オーンってなってたから。あの時の顔は小さくなってましたよね。すごかった。顔真っ赤、耳真っ赤、目真っ赤でね。あんな子初めて見たもん、俺。いいよ、それ。恥ずかしい。あれ、漫画の世界で、悠々白書っていう漫画があって、それでしか見たことないですから。そう。そういう状態じゃないと見れない、あれ。一般では。まさかやると思わなかった。2回戦で当たる。そう、2回戦で当たる、ザクロだ、つって。そう。まずはお前、次あいつ、つって。で、俺が魔界を滑れば、すべて、もう地獄みたいになるから、つって。で、トボソに負けるみたいな。あれね、やっぱりエボでは言っちゃかん、そういう次やるよとか。そう。じゃあベスト16、さすがにケンさんはでも上がってこなかんて、あの時は。RF に負けるかね。あれは絶対やっちゃダメですよ。だそこまでに強いやついないのって言ったら、いや、いないし、まあ、RF ってやつに当たるけど、まあ負けないっしょ、2日だし、あいつ、つって言って。しかも、だから、後でさ、RF に謝られたからね。そう、すいません、とか言って。ですかね。そう。で、
で、俺は RF とベスト16だって、フルボッコでしたからね。あれ。終わってたよな。全く触らせませんでした。速攻でベスト8行ったっていう話で。もう、黒人にアドバイスしたからね、あれ結構強い。結構強い。気をつけろよって。結構強いから気をつけろよ。で、戦ったら強えのかなとか思いながら、じゃあ強えんだろう。ケイスケさん倒すんだから強えんだろうなとか思いながら、相当弱かったからね。話聞いたら2日だったからそらそうだと思って。RF のプレイヤーとしての RF はすごいと思いますけど。プレイヤーはすごいんだよ、ね。ですからね。あんたあの時点で7年やってましたから。てめえ7年やってたから。いや、あれはね、RF は強いんだよ。俺はあいつを認めてるから。俺も認めてるけど、2日だよ、あいつは。で、そう。それね、やっぱダメですよ、そういうことやっちゃ。ちなみにこれね、孫まだ起きてるかな？孫もね、実は似たようなことやってるんですよ。嘘、それ知らない。知らないですか？エボじゃない。エボじゃないです。あれエボじゃない。どこ？ MF2 っていう、寝てる。寝てるから OK だこれ。寝てるから OK だ。彼が、北斗の拳すごいやってた時期がありました。で、MF2 ね。うん。で、なんか結構やってた頃で、やめろ。よし、やれ。俺が許す。やれ。じゃあこのね、口は多分大丈夫だと思う。てめえいい加減にしろよ。で、まず、トーナメント表を見て、これは結構いけそうだと。特に、この2回戦で当たる、ヘキサメチレンってやつは、俺はかなり結構強いんだけど、かなりこれ、済ましてるから、いけんじゃねえか。負けない。そう。で、そう、それは2回戦の話ですよ、ちなみに。それ2回戦な。それは2回戦の話ですから。ほんで。ああ、そうなんだ、2回戦で、確かにヘキサメチレンさんはかなり。話聞いたことあるし、名前聞いたことあるもんな。で、まあもう、さすがにわかります。わかるね。1回戦で負けた？はい。そう、1回戦。サウザーあいつその頃何使ってたの？トキ？あいつは何だった？ラオウか。ラオウでもさすがにサウザーには負けない。弱キャラですよ。2ラウンド目で開幕場に食らって。開幕に、1ラウンド目で星を全部削られて負けて、2ラウンド目は開幕ブーバに食らって、本当にもう、ブーバに最速、一番早い殺し方。それない。あれが一番早い、最速。だから相手の協力も必要って感じの殺し方だよな。孫の協力もやっぱ必要だったと思うんだけど、あれ。開幕ブーバに2秒かかってないよ、2秒。1秒だもん。つって。そう。ブーストっていう前に突っ込む技と、その星を1個奪う技を同時にやって、で、端まで持ってって、テーレテーって。で、孫の顔はどうだったの？孫の顔。反省会ですよ。その時ビジョンバイトメンツで、ゲイセさんとかカミちゃんとか、俺とか応援しに行ってて、ちょっと外出ようかっつって、なんでこんなことになったんだろうねっつって。で、大会中も結構ずっとその反省会続けて外で。戻れなかった気がするな、大会中に。いやー、やっぱね、2回戦でヘキサメチレンってやつが強いんだけど、まあ結構でも俺相性いいからいけるとか言っちゃったんだよ、あいつな。そしたら1回戦で死ぬんだもんな、もう悲しいよな、マジで。俺の記にも結構そのこと書いてたはずなんで、もしよければ皆さん見てください。もう、あの時代はね、本当に自信持ってたから。いや、相当やってましたよね、あいつ。だってその頃北斗しかもうやるゲームがなくて、ビジョンでずっとやってましたもんね。ビジョンのバイトのくせにずっともう毎週 DRF 行ってたからね。そう。面白かったなぁ。いや、やっぱね、みんなやってるんだね、そういう。だから2回戦とかの話はなるべくしないようにしましょう。そうだね、危ないよね、危ない。1回戦から。1回戦から。顎は結構なんか言い訳を。顎はコメントでなんか言い訳ぐちゃぐちゃ言ってるからちょっと。それコピペして貼って。このコメントコピペして貼っていいですか？コピペして貼って。はい。いいよ、俺が許すから貼って。スカイプで投げてくれれば。貼って。スカイプの方がいいかな。だから言い訳とか書いちゃダメなんだよ。だから孫もバカだな。ダメって書いてある。ダメって書いてあるけど、これダメは逆の意味でダメ。いやよも好きな人だよ。そう。もうさらしよう。まあ、孫もバカだな。そんな書かんければ絶対にコピーされんかったのに。書くからいけるんだ、あいつは。あいつが悪い。スカイプ貼ってくださいよ。いや、やっぱちげえな、ほんとみんなやってるな。俺もでもそういうことやってんのかな？俺やってないかな。
国人さんあんまない気がするな。これないよ。保険。相手を褒めるじゃないですか。褒めるし、あと保険すげえかけていくからね、俺は。七井さんに負けた時も、最近七井さん強えんだよ、みたいな。そんなこと言ってたっけ、俺。絶対思ってないくせに。とりあえず言っといて負けたらやっぱ強かったな、つって。やっぱ強えな。最近伸びてると思ったんだよ。そうよ。正直だと俺、あの時点で俺、七井さんに負けちゃいけない戦力だったもんね、俺は。絶対に負けちゃいけない、あれだったよね、確かに。七井さん。めちゃ懐かしいな、七井さん。いやー、ケイスさんよかったよ。あれ、二人だってトイレでさ、こだましてたもん。俺ら二人だけしかいなかったじゃん、あのでっかいトイレに。二人の空間ね。そう、二人でトイレで隣同士でやって、で、しかもなんか熱かったんだよね、話し方が。ああ。どっちが勝っても。今まで、そうそうそう。しのぎを削った中だったから、そうそう。ガミっこなしで、みたいな。そうそう。で、実際、俺は、お前に対してワンチャンあるぜ、的な感じで、言われて。で、実際俺もさ、その頃、まあ、6引かれる時もあったから、4引かれる時も。いや、確かに大会一発勝負じゃわかんねえなと思って。いや、でも、ケイスさんその気でも俺はまだ負けないっすよ、つって言って。ほんと真剣にやりましょう、みたいなさ。で、ケイさんも、お前には絶対。来た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 一回戦から危ないと思ってた。ブロック決勝で、ブロック決勝の話もあったな。アクセル叩くからそれも。対戦は、ヘキサメチルに当たって、ブロック決勝はアクセルだけど、まあそれもいけるっしょ、みたいな。大丈夫って言ってたからさ、あれはね。だいぶ先の話だよ。だいぶ先そう。喋っちゃった。だいぶ完全に川山よしてたな、こいつ。2回戦と、ブロック決勝の話もしちゃったんだ、あいつ。絶対しちゃダメでしょ。それって俺知ったな。ケイさん大丈夫ですか？黒人さんの後の、抜きさんとの試合との話とかは。黒人の後の抜きの試合とかは、までは想定してなかったですか？上がってったら多分抜きさんとかだったって。大抜きはまあ、そこまでいけたらまあ、大抜きに当たるのはしょうがない。はいはいはい。まあそこでもまあワンチャンあるかな。まあでも、ではいないですよね、とりあえず。まあ RF に勝てるんだろ。まあ大抜きに勝てるわけねえじゃん。確かに。同じ順利だぞ。その時俺大抜きに20-0つけられてた。20-0つけられてたけど、まあ大会だからな。エボ俺本気だ。いや、でもエボはほんと楽しいよ。毎回なんか起こるもん。ああ、やっぱ行きたかった。俺来年絶対行く。確実に行くから。またみんなで行こう。行きたいですね。